はいどうもちーです。1年ほど前にフロントガラスの撥水コーティングをしてみたんですが、この驚異の撥水力をご覧ください。それからの間、特にメンテナンスというものはしてこなくて、定期的に市販のいっちゃん安いカーシャンプーで水洗いや、半年に1回ワイパーのゴムを交換するくらいでこの撥水力を保ってます。今回使用する商品はロイヤル化学研究所というところのクリーン XG というもので、特殊フッ素配合のコート剤で A 剤と B 剤を混ぜ合わせて化学反応をさせてコーティングするというものです。先に結果を言うと、シリコン系のような撥水性はないけど、フッ素系特有の高い耐久性があって後のメンテナンスが楽です。その他使用するものはマスキングテープ、綺麗なタオルを2枚、できればマイクロファイバーのものが良いです。それとガラス用のコンパウンド、今回はスポンジがついていて価格も安いソフト救急のものですが、傷消し効果もあるらしい粉末状で売られているセリウムとかでもいいと思います。まずは前回施工したコーティングを落とすためにガラスコンパウンドをかけていくんですけども、その前に1枚目のタオルを使ってよく水をかけながら表面の汚れや砂ぼこりを落としていきます。ゴミが残っていると磨き中に大きな傷が入ることがあるので、大量に水をかけながら洗い流します。それと作業は絶対に直射日光が当たるところではしない方がいいです。日陰で涼しいところでするのが望ましいですね。ガラスコンパウンドをかけるのにガラスのモールやカウルトップに当たってしまうと白くなってしまうので、マスキングテープを貼って養生します。コンパウンドをかけるときに貼って、コーティングをするときには一度剥がして新しいものに貼り替えます。残念ながらマスキング作業とガラスコンパウンドをかけている時の動画が撮れてなかったので失望はしているのですが、少し説明していきます。まずタオルで水分をよく拭き取って、モールカウルトップにマスキングを貼っていきます。その後ソフト救急の付属のスポンジに水を含ませ、適量のコンパウンドを取って磨き上げます。基本的に縦方向に磨いていくんですけども、ガラスの縁は磨きにくいので縁に沿って横方向でもいいと思います。スポンジの水が乾くと作業性が落ちるので適量の水をかけながら作業します。最終的には縦方向で作業を終わらせるようにしましょう。その方が撥水させている時に水の転がりが良くなるからです。水が弾かなくなるまで磨き上げていきます。磨き作業が終わればガラスに残ったコンパウンドを洗い流していきます。大量の水を流しながらタオルで隅々まで流していきます。この時に水をよく流さないとカウルトップの排水口にコンパウンドが残って汚くなってしまうので、またボディに飛び散ったものも含めてタオルを使ってよく流していきます。仕上がりはこんな感じ。それではコーティングをする前にガラスに残った水分を拭き取り乾かしていきます。画像ではマスキングを剥がさずやっているんですけども、剥がした後よく拭き取り乾かした後に再度マスキングします。モールの縁付近は水気が残りやすいので、圧縮エアの環境があれば吹き飛ばしておくと良いと思います。なければ自然乾燥でも大丈夫。少しでも水気があるとコーティングが一切乗らないので、特に湿度が多い時や夜露が降りて、湿っている時には作業を控えた方がいいと思います。それと作業中にルーフに残った水滴がガラス面に落ちてくることがあるので、ルーフや A ピラーに残った水分もよく拭き取っておいてください。水分を乾燥させつつコーティングの準備を進めていきます。ここで用意するものはコーティング XG を攪拌するための混ぜ混ぜ棒と紙コップ。こいつはコップ自体に液体が旬でしまうために、できればプラスチック製のものが良いでしょう。コーティングの A 剤と B 剤の比率は1対1。同量の溶剤を混ぜ合わせて塗布していきます。メーカーではブレンドボトルという専用のものがあったりしますが、そこまでは必要ないかと思います。混ぜ合わすときは本来精密な重量計で測れば間違いないんですけども、そこまでするのも手間なので、2液を並べてみて目視にて容器に A 剤を入れて減った容量と同量の B 剤を混ぜ合わせする方法でやっていきます。
多少誤差があってもそこまで効果には違いないと思うので、いつもこの簡易的な方法でやっていきます。容器を並べてみて横一直線上になれば配分が完了です。できれば混ぜ合わせていきます。コーティングを塗布するためのものはティッシュペーパーもしくはキッチンペーパーが使いやすいと思います。自分はティッシュを2枚掛けで使っていきます。コーティングの説明書にはスポンジにティッシュを巻きつけて使ってくれ的なことが書いてあったと思うのですが、よくは覚えてないです。ここからはメーカー推奨ではないウッチー独自の方法で塗布していきます。その方法とは、まずガラス全体に縦横方向円を描くようにでも良きで、まんべんなく塗り残しがないように隅々まで塗っていきます。モールやカルトップの溝付近は塗り残しが出てしまうので、最初にぐるっと細かいところを塗っておくのも良いと思います。この段階ではそこまで神経質になる必要はなく、ガラスに溶剤が薄くさらっと塗る程度で大丈夫。このコーティング、2液を混ぜ合わせた時から硬化していきます。塗り込み作業は手早く済ませるのがコツで、塗布したコーティングが乾燥しすぎるとムラになったり、最後拭き取りの段階で拭き取りが困難になってしまい、最悪ガラスコンパウンドからやり直しが必要になってきます。コーティング塗布の最終仕上げには、水の転がりを良くするために縦方向、車でいうと前後方向でコーティングを塗り込んで、こんな感じで仕上げていきます。コーティングの仕上がりはこんな感じ。少し液をつけすぎな感はあるんですけども、もう少しうっすらと塗り込んだ方が良かったかもしれません。コーティングが塗り終われば、もう1枚の綺麗なタオルを水に濡らして固く絞ります。拭き上げは固形ワックスを拭き取りする感じで、ガラスに残ったコーティングを取り除いていきます。拭き取り作業にコツはなくて、特に方向も気にせずに隅々まで拭き残しがないように、完全にガラスが透明になるまで拭き取れば OK。折りたたんだタオルで一面だけ使っても拭き取りが困難になるので、拭き取りにくくなればタオルを裏返したり、代わりのタオルがあれば綺麗な面を使って拭き上げしていればいいと思います。すぐに液が固まってしまうため、ぬめっとした感じで拭き取っていくようになっていきます。厚塗りや時間を置きすぎたり、拭き残しがあるとコーティングが取れなくなってしまうために手早く仕上げていきます。目視でガラスが透明になったように見えても取れてないことも多いので、何度も拭き上げていきます。拭き上げ後の透明感はこんな感じ。ガラス全体隅々まで点検して曇りがなければ大丈夫。施工前にはうっすらとあったガラスの傷もコンパウンドをかけることで多少薄くすることもできて、傷の隙間にコーティングが入り込むことで透明感が増したようにも見えます。一通り作業が完了すればマスキングを剥がしていきます。別にこのタイミングの必要はなくて、コーティングを拭き取りする前でも問題ないです。最後に水をかけてコーティングの塗り残しがないか撥水具合を見ていきましょう。水をかけてガラス全体まんべんなく水がはじけば成功です。やはり水の転がり具合はそこそこといった感じです。雨や砂ぼこりが多い地域やワイパーを頻繁にかける方、週に1回しか塗らない方とか、また最初のガラスコンパウンドのかけ方が不十分だったりすると、コーティングの長持ち度が変わってきますが、これでしばらくの間メンテナンスは不要になると思います。水をかけたついでに、あとはコンパウンドが飛び散ったりガラスに残った不要なコーティングを残す意味も含めて、大量に水をかけず洗車をして仕上げればいいと思います。施工後すぐはコーティングが馴染んでないためにワイパーが引っかかる感じでビビります。何回かワイパーを動かしたり数日すると馴染むので心配はしなくていいと思います。これにてガラス撥水コーティングクリーン XG の作業の仕方や紹介を終わりになります。このクリーン XG は業務用のため基本的に市販はされていません。と言いつつ Amazon とかネットで探せばいくらでも小分けで売られていて、うちはいつもフロントガラス7枚分の容量で売られているものを購入していつも施工しています。使い方を間違わなければミニバン1台分全てのガラスにも使用できる容量もあるし、
複数車を持っている方は別の車にも使えると思います。少量で比較的溶剤の伸びもいいので、うまくやればもっと多くの車にも使用できると思います。それではウッチーチャンネル、コネタやロードスター、EK9、シビックの動画を稀にアップしていきます。よければチャンネル登録お願いします。